モデロチャンネル。今回は HG ジークアクスを無塗装ウェザリングで仕上げてみました。塗装しないの？正確には4本のマーカーと2本のトップコートで仕上げます。普段のカラー塗料は一切使わないのね。裏も塗装はいろいろ敷居が高いでしょ。最小限のツールでどこまで表現できるか実験したという感じね。塗装環境が用意できない人にも参考になると良いわね。ではまずキットの中身はこちらです。そして仮組みです。なかなかのディティールね。一つのパーツにかなりのディティールが施されています。仮組みのタイミングでヤスリがけの加工だけしました。そういえば合わせ目はないの？合わせ目はあるのだけど、こちらは加工しないわ。マーカーでどのように表現できるか気になるところね。では最初にシールを貼るわね。いきなりシールを貼るの？今回はかなり作業工程が変わります。シールの余白がある場合はカットして使います。曲面のシールって難しそうね。シールは水転写でカールと違って粘着性が強いから貼り直しや調整が難しいです。なので慎重に貼っていきましょう。先細のピンセットがあると便利ね。目など一部を除いて全てのシールを貼りました。光沢が重要だから後で貼るのね。そう。次にマーカーで墨入れをします。もう墨入れなのね。これはリアルタッチマーカーのグレー2です。このタイミングで墨入れするのには理由があります。結構はみ出してるわね。はみ出した部分を綿棒で拭き取ります。あれ？簡単に消えたわね。というか消しすぎた。拭き取りすぎたらもう一度塗ります。またはみ出してるわよ。はみ出したらまた拭き取ればいいのよ。あ、わかった。塗りも拭き取りも簡単ってことね。その通り。プラスチックに直に塗るから表面は滑って簡単に調整できるの。なるほど。もう一つ良いことがあるのだけど、リアルタッチマーカーは水性なの。なのでプラスチックに直に塗ってもダメージがほとんどないの。エナメル塗料や油性塗料はパーツ割れの心配があるけど、リアルタッチマーカーは安全安心ね。プラスチックにも優しいし、塗料の下地も犯さないから手軽に使えるのにものすごく優秀なツールなの。しっかり陰影がついたわね。マーカーの墨入れについてもう一つ。シールに重なる場所の墨入れはやめた方がいいです。どうして？シールにマーカーが染み込むのよ。なるほど。不透明のシールならまだいいのですが、半透明のシールは染み込んだ状態が見えてしまいます。もしかしてシールと墨入れの順序は逆が良かったんじゃない？かもしれないわね。でも言うほど目立たないわね。今回はこのまま進めます。次にトップコートです。これも早いタイミングね。半光沢クリアを使います。モデロさんはエアブラシを使用してますが、缶スプレーでも良いです。ところでなんでこのタイミングでトップコートなの？2つの目的があるわ。1つは先ほど作業したシールと墨入れの表面を保護します。もう1つはこれからの作業の下準備です。これからする作業は何？ウェザリングね。マーカーで色の濃淡をつける作業なのだけど、半光沢クリアは表面に適度な凹凸があるので全体的に作業しやすいです。消えやすさは先ほどの墨入れで検証済みよね。そうね。うっかり触って消さないためにも、保護と作業しやすさのために半光沢クリアをコーティングします。凹凸が多いと修正しづらいし、凹凸がないとつけた濃淡が簡単に消えちゃうってことね。さて次はウェザリングです。再度リアルタッチマーカーを使用します。ウェザリングはどういった感じに進めるの？ジークアクスが貧乏クラウンで十分なメンテナンスができずに汚れとダメージが蓄積しているという状態を表現します。現実的ね。確かに錆とか経年劣化はやりすぎかもね。なるべくパーツの側面や下方向にマーカーを塗ります。適度に塗ったらぼかしペンで全体をぼかします。色を薄めて伸ばす感じ？そんな感じね。ぼかしてマーカーの境界線を目立たなくします。水彩絵の具を水で伸ばしている印象ね。似てると思うわ。ぼかしペンにはぼかした色がつくのですが、別の色に使用する場合はティッシュなどでペン先をよく拭き取るか、その色の専用にするといいと思います。分ければ色が濁ることはなさそうね。ある程度ぼかしたらメラミンスポンジでマーカーを拭き取ります。掃除ツールとして有名よね。メラミンスポンジはウェザリング作業でも優秀なツールです。もともと強力な掃除ツールなので優しく拭き取りましょう。シールドの下段にウェザリングを施しました。上段の白い部分と比べると下段の方が少し汚れてリアルになったかも。
リアルタッチマーカーのグレー2と3を使い分けて、なるべくほどほどに汚していきます。白い色のパーツにはグレー2を、その他にはグレー3を使用します。グレーさんはグレーというよりブラックね。メラミンスポンジはマーカーを塗りすぎた場合の拭き取りやマーカーを伸ばすのにも使えます。大胆にマーカーを伸ばしたい場合はメラミンスポンジがいいかもね。メラミンスポンジは100均で簡単に手に入るし、量も多いので使用に慣れておくとコストや作業で助かります。例えば最初にメラミンスポンジでマーカーを伸ばしてお菓子店で調整という方法もあります。ツールのルールはないのだから自分の手法を見つける楽しさもあるわね。レザリングームの比較です。かなり変化したのがわかる。エッジは暗めになり、全体に濃淡がプラスされて程よい汚れになったと思います。このような表現手法をウォッシングと言います。ウェザリング技法にもいろいろあるということね。次にドライブラシという手法をマーカーで表現します。ドライブラシって本来は筆を使うのよね。主にパーツエッジに擦れた金属の表現を施します。ミスターホビーマーカーのシルバーを使用します。こちらも水性です。マーカーをパーツに軽く押し当てます。意外とメタリックなシルバーなのね。水性のマーカーなのにこの性能は驚きです。シルバーもほどほどの量を意識してパーツに乗せていきます。確かにシルバーはハックできるけど主張はしてない程度ね。このマーカーはドライブラシとしての表現だけでなく部分塗装としても使用します。しっかりカラーがつくし簡単に調整できるから多方面で役立ちそうね。ムラもできにくいし本当に優秀なツールだと思います。次にチッピングという手法をマーカーで表現します。これはスポンジと塗料を使うのが一般的よね。適当な大きさにカットしたキッチンスポンジを用意します。その表面にリアルタッチマーカーグレー3を塗ります。このスポンジはメラミンスポンジとは違うのよね。目が粗いのだけどその粗さを利用します。なるほどね。スポンジをパーツに軽く押し当てます。そうすることでパーツの塗装面が剥がれた表現を作れます。確かに剥がれたように見えるわ。チッピングはやりすぎに注意しましょう。これはちょっとやりすぎたかも。少し汚く見えるかもね。お菓子ペンやメラミンスポンジで調整します。マーカーでのチッピングは簡単に追加や修正ができるのがいいわね。そういえばモデロさん、チッピングは初めてよね。初めてだからこそこの手軽さはありがたいです。チッピングの量を調整したりマーカーで追加したりします。マーカーで粗密を追加できそうね。調整して少しチッピングを抑えました。ほどほどの感じが出たと思うわ。エッジやダメージが起こりやすそうな場所を想像しながらチッピングを施していきます。どんどん全体が程よく汚れてきたわね。いい感じになってきたわね。シールの上にチッピングを施せばシールの合わせ目や粗などがごまかせます。見比べると違いがわかります。確かにシールの合わせ目は汚れで自然になったわね。チッピングにはシルバーも効果的です。黒いパーツに施せばハイコントラストで目立ちます。目立つし剥がれた感じがいいわね。次に2回目のトップコートです。艶消し UV カットスムースクリアを使用します。こちらも缶スプレーがありますので作業環境に合わせて使用できます。今回はカラー塗装はしていないけどそれなりに層ができたわね。1回目のトップコートは必須ではないのでスキップすればもう少し楽になるかもね。最後に残りのシールを貼って完成です。お疲れ様。早速見てみましょう。それでは完成レビューです。今回は4本のマーカーを使用して無塗装ウェザリング仕上げにしました。加工はシンプルだったしカラーマーカーは実質3本だったわね。成型色が優秀ということもありますが少ない色でもリアルに表現できました。仮組みと完成品の比較です。リアルさもそうだけどプラスチック感が消えたわね。最後のトップコートの働きが大きいのよ。必要最低限のマーカーとトップコートがあればウェザリングのリアルな表現は十分可能ということが分かりました。塗装環境が厳しくてもこれならできるように思えるわよ。そうよね。ということで今回はこれでおしまいです。最後までご視聴ありがとうございます。それではまた。